いらないじゃんとかでそれで言ったら何推しですか？好み推しで。小原の部屋、その時代についていけるのか、気づいたら廃れてなくなっていくか。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。今回はですね、最近平成がいろいろとトレンドに、平成レトロブームとかね、いろいろありますけれども、改めて平成と令和の常識をいろいろ比べてみようっていう企画になっております。令和のイメージとかありますか？令和のこの。早い。流行の切り替わりが早い世代だろうなって思う。自分たちの時代だったら、あったとしてもそのガラパゴス携帯、注目するって言ったらテレビ、雑誌だったから、 SNS とかなかったから、テレビとか映画で流行ったものは半年とか1年ぐらい、ヒット曲とかももう1年ぐらい流行ったりするけど、今はなんかもうそういうスマホとか SNS があるからサイクルが早い。だから若い人たちの流行りも早い。1年前の春に流行ってた例えばドラマとか曲を懐かしいって言ったりとかするから早いなと思って、よりついていけないんじゃないかなっていうイメージがあります。で、いろいろ調べてきてくださったみたいなんで、みんなで触れていこうと思います。てっ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 てうしょ、やっほー。まず一つ目が LINE の丸怖い問題。平成了解ですっていうので、了解です丸は丁寧ってイメージがあったけど、令和で了解です丸だと怒ってるって。丸は使いますか？お仕事関係の連絡だと多いですね。丸使うは使うけど硬いっていうイメージがあるから仕事だよね。友達とかにはあんま丸は、むしろ逆に丸つけない字だけ。でも仕事で丸使う人もそんなにいないかな。承知しましたってびっくりつけたりしたこともあるし、承知しましたってキラキラってつけたりとか、よく連絡取り合うのとかってマネージャーさんとかだと LINE でもデスクさんからメール来たりとかすると、なんか普段は小原さんって呼んでくれたりするけど、決定メールとか仕事のだと小原様ってなってたりするから、硬いっていうかその常識ある文章をこういうので返ってくるから、自分も丸とかつけたりするけど、確かになんか丁寧っていうイメージはあるけど、どっか友達だとちょっと硬いかなって思って使う。確か怒ってる。めんどくさいね。カップルでさ、これ何怒ってんの？怒ってないの？何みたいな。確かに男性陣は結構使えそうですけどね。ですね。で、続いて電話。電話が重い。平成は電話イコール普通。令和突然の電話怖い嫌い。じゃあ令和世代の人からしたらさ、昔のウィルコムとか理解できないのかな。電話のためだけに新しい携帯買っとくみたいな。1000円ぐらいだっけ月。ぐらいだったかな。かけ放題で。でも今の世代の子と多分 LINE かけ放題とかあんまつけないと思います。そう、ただでできるもんね。確かに。電話がそもそも嫌いっていう子も結構増えてるっていう。嫌いとかじゃないけど、仕事のあれだったら電話じゃなくてちゃんと文章の方が後からちゃんと振り返れたりするから、私はだから自分はあんま書けない。後からまたそれを文字に起こしてやるのとかも手間じゃない。確かに重い。電話する機会は確かにあんまりないかもね。仕事で電話来るとやっぱドキッとはするよね。なんだろうって。でもプライベートで普段電話はあんまないかな。昔あんまり。何時間も電話しっぱなしでそのまま寝る。寝落ち。そういう楽しい時期もあったかもしれないけどだから漫画みたいにちょっと憧れてるけどね。なんかどっちが切れ、そっちから切ってよ、じゃあせーので切ろうか、せーので切ってよみたいなさいらないじゃんみたいな、なんかさ、そういうのあったじゃん。なんかとかでも続いて映えではなく自然体。平成後期盛る加工キラキラ。令和これリアルって何？今この瞬間を共有するみたいなアプリなんですけど、いいよこの自分の内カメと外カメの2枚の写真を撮るんですよ。へー。で加工とかは一切なくて、もうそのまま無加工の写真を載せる。それなんかカップルでやりそうじゃない彼氏を正面に撮ってさ、まあそうですね、自分インカメで自分みたいな。前に誰かがいる。いわゆるそれもなんか映えになるじゃない。もありそう。結構流行ってますね、ビー
であとは無加工、日常感、持ってない感を盛る。持ってない感持ってたみたいな。でもなんか戻ってきてるよね、いろんなことが。あとこちらですね。推しの概念拡張。平成はアイドル芸能人、令和では石、文房具、フォント、食器まで推し。もう全部が推し。まあ推しってもう言葉自体がすごい便利になってきてるよね。なんかアイドルとか芸能人のファンとか、まあオタクって言葉が昔はあったけど、今は推しって言って、私はこれが好きなのっていうものが好きイコール推しみたいになってる。それで言ったら何推しですか？好み推しで。ありがとうございます。私はずっと源田推しとは言ってるんですけど、この下のやつで言うんだったら私は照明推しかな。何推しですか？いっぱいあるね。確かに。ちょっと前はブルーレット推しだったよね。ああそうですね。ブルーレそうット。いうのがいちいちいっぱいあるから。あー大変だね。周りが。日常品推しかな。きょんさんは？なんだろう、でもいろいろあるけど、最近は食器うん。が結構いろいろいいですよね。何が推しですか？スイーツ推しです。あスイーツ推し。可愛いとこチョイスしたね。皆さんの推しは何ですか？ぜひコメント欄に。みんな同じから細分化へ。はい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 。平成は国民的ブーム。まあだからさっき言ったよね。テレビ中心、流行共有。平成はクラス全員同じ番組見てる。で令和だと界隈文化、アルゴリズム、個別最適化。確かにそれを好きな人たち同士が集うからみんなが知ってるっていうものじゃなくなってきたよね。 SNS 一個開いても人によって全然おすすめ欄が違ってくる。あーそうだね。如実に出てるの歌番組とかは結構 SNS から流行った歌手さんとかテレビから来る人って両方いるから、だから一昔前だったらそのテレビ見るだけでなんか街中で流れてるもんなとか言ってこの人たちがそうなんだって、まあ今もそうだけどこの人たち知らない何なのって言ったら SNS のそうなんだみたいな、なんか知らないものがこうギュッて詰まっていってるイメージが確かにある。そうだね、長文から短尺平成ブログ長文ミクシー掲示板文化あったね。令和ショート TikTok 数秒コンテンツ。数秒コンテンツとかだとさ、LINE ってあったよね、6秒動画みたいな。なんかあれが最初なのかなって思う。すっごい短い動画。今も曲自体も短くなってるもんね。短くなってますね。だからまあ YouTube とかもドラマとかも全部倍速でみんな見ちゃうみたいな。だから劇場版の映画とかも尺が短くなってたりする。90分とか前だから昔で言うんだったらタイタニックとかさすごい長いじゃん。今やっぱ流行るのは、90分長くて2時間ぐらいのが流行りやすい。検索から SNS 検索。平成は Google 検索、ブログ、まとめサイト。令和だと TikTok 検索、Instagram 検索、YouTube ショート検索。検索ってどこ行きますか？まず Yahoo。 ヤフー派なんですね。あとチャッピー。チャッピー。チャッピー確かに。なんかやっぱあんまりネットだといい感じでこうまとめてるサイトがなくて広告が入ってる感じがするから、レストランとか行くとき意外にインスタとかちょっとインスタとか確リアルなやつが見たいなとは思う。今の話を聞いて思ったのは、美味しいご飯屋さんとかカフェとかスポット的なところを探すのは TikTok かも。TikTok になると動画だから、このお店に行ってきましたってお店の外観から内装から出てきた料理映したりとかそうが分かるから見たりしちゃうかもしれない。こんな感じですよね。へー、片足令和に突っ込んでいるんだなって思いました。片足使ってるものは使ってますもんね。どうなっていくんですかね。流行とかこう周り巡って戻ってくるとかよく言うけどさ、こういうのはどうなんだろうね。こういう動画編集とかもさ、ポイって投げるとさ、いい感じに編集してくれたりも今するから、AI っていうかそのアプリとかでどんな時代になっていくんですかね。小原の部屋はその時代についていけるのか、ついていけず気づいたら廃れてなくなっていくか。この番組をねどうしてったらいいその話したら長くなっちゃう。はい、ということで皆さんも気になったらいろいろ調べてみてください。ということで今回はここまでです。またお会いしましょう。
バイバイ。